今回は小西貴則プロに来ていただきました。コニタンの愛称で選手にも親しまれているんですが、ちょっと今年どんな感じだったか聞いていこうかと思います。なんかこう、うまく打っても、なんかちょっとしたことでうまくいってないような感じですかね、自分が感じるのは。自分がうまく打ってるけど、パターも入ってないんで、それも原因かなという。もともとパターはチャレンジ、では平均パット1位とか、パターはもともと上手な、昨年の終わりぐらいからちょっとパターが変な感じだった。昨年の中盤入る前ぐらいからです。ということで試行錯誤しながら、今年は第1戦目予選通ってから11試合連続予選落ち。ですね。自分も記事を見て知ったところなんですけどもう自覚なく、もう泥沼の中に入って、で、残りも数試合、一気に調子を取り戻し。そうですね、まくれましたね。ジュニアでやってて、その時によく記事出てくるけど、りょうくんと一緒だった。ブロックが一緒。小学校の時が一緒。同じブロックってことで、石川りょうくんとかも一緒にやってたっていうのはよく引き合いに出されるよね。そうですね。14歳でちょっとゴルフから一旦離れて、でこれまたやるきっかけというか、何歳からまた始めたの？18ぐらいですかね。じゃあ今4年ぐらい大体ちょっと空いて、研修生やって、ゴルフ場に所属して研修生で、でキャディしながらみたいな、ポーターしながら、なかなか黒輪なわけですよ。でプロテストそこから20歳だから2年で取って、3回目プロテスト合格し、そのまま新人戦も勝ってるんだよね。勝負強さはあるというか、なんかバーディー取り始めたら止まらないみたいなのは、東京が実家なんですけど、ある意味お母さんの面倒を見ながら、金銭面でこれすごいですね。カード渡して、もう生活費とかいるんだったら買ってよと。高校息子ですよね。で、コニタン自身も言ってもシードギリですよ。だから、経費も年間すごいかかりますし、やっぱりプロゴルファーといっても余裕はないわけですよ。全然、貯蓄ができて余裕なんてことないよね。そうですね。本当に節約しながらやってます。もう、高速道路もちょっと乗るぐらいだったらもう必ず下道行ってるもんね。この間換気扇だっけ洗濯機だっけガス代です。ガス代。ガス代を勝手にやってて、コニタンカード使おうかと思ったら上限になってたの？引き落としがなんかでかいなと思って確認したら、何使ったっけこんなにって。ガス代買ってた。10。コニタン、お母さんに言ってから買えよとか言って怒ってたり、ついこの間も実家帰ったらブドウをね、買ってあったんだよね。そうですね。美味しいブドウあって、お母さん優しいじゃん、ブドウコニタンで買ってきてくれてって言ったら、僕のお金ですけどね。もうなんかこのエピソードが好きなんですよ。今までの流れはね、こんな感じでいろいろ面白い話もたくさんあるんですけど、この3年間言ってもシード3年取れて、ただ、まだ優勝がないんで、2025年に向けて常に上位にいて、それに向けてまた今オフを過ごしていってるという、ちゃんとやるべきことをやっている状態です。何勝もして、そして賞金王になってそのマスターズに出たいと。男子プロならば、言ってもマスターズに出て、優勝する、活躍するっていうのはやっぱり子供の時に思うよね。そうですね。毎年見るわけですし、テレビで。こんなことで、勝つとかどうこうで、あれ出たいですよね。松山英樹選手が日本人で勝って、片野慎吾さんの家に行った時に見せてもらいました。マスターズ出場したずーっとね、招待状がある。インビテーションカード。とか、ロッカーのプレートだったり、なんかバッジだったりみたいな、プロならば、もう誰もが夢見る、マスターズ。その一歩として、来年はどういうツアーでありたいですか？やっぱ優勝争いができた、バンテリンとウィザー。結果がちょっと、トップ10付近になっちゃいましたけど、いつもあんな感じですよね。で、見てて、金君とかあんな感じ。なんで。感じってどんな感じよ。賞金王で。今週調子悪くて、なんかこれの終わりだみたいな感じでも20位以内に入ってる。そうだね。ああいう感じでやりたいなっていう。だから、目指せ、金谷拓実くんで。これ抱負ばっかりの話になったんで、テクニック的な話をちょっとしたいと思います。じゃあ来た3年前から、コニタンの中で何が変わったんですか？来てから。最初は、力を抜くっていう。力を抜く。力が入ってたん？ずっと入ってましたね。結局力任せに。力任せ。感じでした。最初は、そのトップで立ってたものが、体が回ったら倒れる。切り返してくれば倒れるって話。あれはすごい、あれのおかげで21年の QT 取ったような感じですね。サード QT の1週間前でしたからね、あれやったら。確か。関係なしだったんで。で、いきなり球が、やっとちゃんと当たると思って、変なチーピン起きないと思って。で、今年の、とりあえず
ただ振るだけ、もうそれやろうと思ったらできなくて、まあ練習方法だったりとか、まあパターも、まあちょっとやって、なんか今までずっと考えて打ってましたけど、こうインパクトに合わせてとか、形と気にして、フィニッシュまでただ振るっていうのがこんなに大事だとは思ってなかったですね。なるほどね。この2つかなという。大きく変わってきた。本当今年の最後の数戦だったけど、すべてのデータが、平均飛距離もその力任せに打ってたのから、さらっと振る、力抜いて振るってことで、ドライバーめちゃくちゃ伸びてるよね。平均で多分体感290付近だと思うんですよね。距離が明らかにドライバー伸びてきて、ずっとね、ドライバーが再飛べばって言ってたけど、飛ばない打ち方して飛ばないって言ってたから。気合い入れて振っても、むしろちょっと飛んでないんじゃないかなと、同じか。最終戦のカシオの2日目、平均ドライビングディスタンス1位になりましたからね。310何ヤードだった ?18 のアゲンストで320何ヤード。そう。打ち上げのアゲンストで330ヤード近くのドライバー1人出して、まあカート道当たったんですけど、フェアウェイキープももうほぼ 100% とかしてたよね。だからティーショットのフェアウェイキープ、平均飛距離、パーオン。で、もともとアプローチパター、まあパターはちょっと悩んでましたけど、まあ光も見えてきて、もうすべてのデータが、リカバリー、バンカー、全部上位。っていう状態がもうずっと続けて、まあ当然数試合あればシード取れるよね。もう一気に上位に入る。そうですね。まあ賞金額も高いからありがたかったですね。まあ一応経験したし、何をすればいいのかって分かってきたんで、まあ2025年やるべきことを、まだまだ見ててこういうところをこうしなきゃいけないはたくさんあります。で、これはこの先もずっとあると思うけど、まあそれに対して2025年やってもらって、まず2025年は、まあそうだね、優勝争いしながら、まあチャンスで、まずは一回勝って。とりあえず勝つこと。そうだね、一回勝つこと。皆さんはね、ちょっともうちょっとこうプロらしいね、こう、もっと夢のあること言ってと思うかもしれないですけど、そういうタイプです。自分には嘘がつけないっていうのが、自分の中にあるんですね。だから何か鼓舞するために何か大きなことを言うみたいなタイプではないです。だから派手じゃないというか、このオフもね、しっかりまた来年に向けてやっていきたいと思います。コニタのファンもなんかすごい増えてきて、フェニックスだよね。なんか、女の子のファンがずっとついてきてて、ね。そうですね。はい。知り合いの。もうコニタなんかもう、ボールサインしてあげたの？グローブ？なんかもう終わった後に、頑張れよ、みたいな。ネタすぎませんか？イケてる感じも醸し出してきた小西貴則選手ですけど、あ、そうだ、登録名どうなんの？そうだね。下の名前をひらがなに。この小西貴則って漢字がね、探しにくいのなぜか。来年登録が、なんと、貴則ひらがなで。はい。名前のとこだけひらがなに。小西貴則。ちょっと、もうパッと目につくと思いますけど、親孝行で苦労人のコニタンですけど、昨年、ヤフーニュースでも出まくってましたけど、パッティングのルーティーンで、くるくるパットって言って、打つ前に反対向いて素振りをする。あとはね、ウェアもこう着てますけど、はい、ラウドマウスのウェアがね、派手だということで、よくこれも話題になってます。そうですね。もういろんな選手にいじられてますね。今日地味だな、みたいな。これであんまりあれだよね。ウェアのあんまり頓着がないんだよね。まあ、そうです。たまに指定されてくる。そうなんですよ。本人が派手かどうかは気にしてないんで、もう全く無視して上下ガラガラガラみたいなやついっちゃってますから、まあ、コースにもし見に来てもらっても目立つと思いますが、まあ、プレーでも美しいスイングでしっかりいいゴルフしていくんで、2025年、まあ、小西貴則、ぜひぜひ応援してあげてください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。